ダワチャです。今日は久しぶりにゲーミングデバイスの紹介なんですけども、どっちかっていうとね、不況ですね。というのも僕が今メインで使っているゲーミングアンプが音質や定位、デバイスとの接続性や機能、あと操作性、どれをとっても第一線を張れるレベルなのに、ゲーミングアンプおすすめとかで検索したら、ランキングに入ってなかったりとか、入っててもおすすめと下やったりとかするんですよ。あんまね、納得いかないんですよね。なので、もう布教してやろうっていうのがこの動画です。ちゃんとしたゲーミングアップを使えば、その効果っていうのは絶大で、例えばコンテナを挟んで敵と対マンしてるとか、それから遮蔽の裏、壁の一枚裏とかに敵がいるとか、そういう時も足音によってどっちに動いたかっていうのが目視より前にはっきりとわかるので、敵が出てくるところに銃を置いとけるんですね。出待ちしているわけなんですよ。で、そのゲーミングアンプで有名なのが、僕はね、この動画でもご紹介しましたけども、当然ミックスアンプ。で、それから、GSX1000。これは今は EPOS かな。昔はゼンハイザーの。で、それから、サウンドブラスターの G5、G6 シリーズ。これはどっちでも機能そんな変わんないやつです。で、あとは最近有名になってきてるのが、スティールシリーズのゲームダックとか、あと EPOS も GSX300 出してますよね。で、変わり種でいくと、ヤマハの ZG01。オーディオミキサーにゲーミングアンプの性能を入れて出してきてますよね。このあたりはまたね、機会があればレビューしますけども、今日紹介したいのは違うんです。ここにないんだけども、優秀なやつがおるんですよ。それが、このサウンドブラスターの GC7 です。ゲーミングアンプに求められる機能も求められてない機能までも掘り込みまくった超多機能なゲーミングアンプで、音質はハイレゾまで対応してる上に、設定は PC いらないんです。スマホさえあればいいっていう超優秀なやつなのに注目度が低い。もう納得いかない。ということで、こいつのね、優秀さをちょっと改めて知ってもらいたいので、がっつり説明した上で、現状知名度とユーザー数圧倒的ナンバーワンのミックスアンプとの比較もしたいんですけど、ちょっとね、尺が全部やる切るとめっちゃ長くなるので、2本に分けます。今日はこの GC7 単体の機能説明と性能を検証して、次の動画でミックスアンプとの性能比較とか音質比較とかっていうのをやっていきたいと思います。ではね、早速本体見ていきましょう。ということで早速見ていきましょう。まずスペックはこんな感じです。Windows、Mac、PS4、PS5、Nintendo Switch に対応してて、出入力ともに 24bit192kHz でハイレズに対応してます。で本体はね、サウンドブラスターシリーズらしく、ブラックの筐体に赤っぽいオレンジのね、アクセントが入ってます。素材はね、これプラスチックで、サイズは実測約縦 11.4 センチ、横幅 17.2 センチで、重さは約 280g です。で、操作パネルはね、後で詳しく話すので、先に接続端子から。左のラインアウトは外部スピーカーにミキシングした音を出力する先に使います。で、その隣のモバイルライン、これはスマホからの音源取り込みで、ディスコで通話したりね、BGM に音楽を流すときに使います。で、その隣はヘッドホンのゲインで、ロー32オームからハイ300オームまで対応してます。で、真ん中のこの2つは光デジタルの出力と入力です。PS5 とか PS4 と接続する際は、この光デジタルのインを使います。で、その横の USB。これはね、電源ケーブルの接続なんですけども、付属の USB ケーブルがあるので、ここを使って PC や PS4、PS5 などと接続します。で、PC と接続する場合は、ここで、付属の USB1 本でね、つなぐだけで、電力からゲーム音からチャット音、すべて入力されます。で、その隣は接続デバイスの切り替えで、PS5 とかね、使用する際は、この真ん中のコンソールで使います。で、その横は電源スイッチですね。前面には PC、コンソール、モバイル、ドルビーの状態を表す LED インジケーターがあって、右側には3極のマイクと4極のヘッドセット端子があります。で、操作パネルです。左側のダイヤルでボリュームコントロール、右側のダイヤルで音量バランスの調節ができます。ボイチャが少し聞こえにくいときは、ダイヤルをこの右のね、ボイスの方に回してあげると、ゲーム音が小さくなって、ボイチャが大きくなります。で、よくあるボイチャがうるさくて足音聞こえないときは、もうさっと左に回してあげれば、VC ね、ガッと下がるんで、イライラすることがなくなります。で、次はこの真ん中の各種ボタンとダイヤルです。
左上からサラウンド、バス、SX ファイ、トレブル、マイクです。で、この全てのボタンはこのダイヤルと連動し調節します。例えば、サラウンドを押すと現在のレベルが表示されて、このダイヤルを回すことで強弱を調節できます。このバスやトレブルも同じで、ゲーム音の低音とか高音をあらかじめアプリで設定したイコライザーを元にゲームをしながらとっさにねパッパッパッと微調整をかけれます。これめっちゃ便利で、ゲーム中に高音がうるさいなとか思っても他のゲーミングアンプはソフトアプリ立ち上げてそこで操作しなきゃいけないんですよ。でもこいつはトレブルとかバスを押してここでキュッと操作するだけなんでアクセスめっちゃ早いんですね。これは他のアンプにないメリットです。で、右上のこのマイクも非常に便利で、これはね、自分のマイク音量を調整する機能です。で、最後 SX5 ですけども、これは押すたびにオン、バトルモード、オフと切り替えるボタンです。後で詳しく説明しますけども、自分の耳の形に合わせたサラウンドを設定して鳴らしてくれる機能です。で、最後、この下のボタン5つ。ここはカスタムボタンで自分なりに設定して使うことも可能ですが、初期はね、プリセットが入ってます。で、C1 はイコライザーの切り替えです。3つイコライザーを登録しておけるので、それを押すたびに変更できます。で、C2 はマイクモニタリング。自分がね、今どんな感じで話してるのかをヘッドホンで確認するのが、モニタリングなんですけども、そのオンオフをここでね、できます。で、C3 はスカウトモードです。サウンドブラスター G5、G6 などにも搭載されているおなじみの機能なんですけども、足音や銃声をワンタッチでね、増幅してくれる機能です。それのオンオフを切り替えれます。で、C4 は音声出力下げの切り替えです。で、最後一番右にあるのが、これマイクミュートです。ミックスアンプリなくて一番不満なのがこれなんでめっちゃありがたい。ワンタッチでマイクをミュートできます。ということでね、このクリエイティブの専用ソフトで各種機能を見ていきましょう。ちなみに僕がこのサウンドブラスター GC7 を押している理由の一つですけども、今からね、このソフトで説明すること、このほぼ全てがスマホ用のクリエイティブアプリでできます。なので、PC ない方もね、その手元のスマホさえあれば、この GC7 のほぼ全ての機能使いこなせると思って、ここから先見てください。で、まずはサウンドモード。このタブをクリックするとね、めちゃめちゃこのイコライザーのプリセット出てきます。このタブで選んで、こんな感じでね、設定することもできますし、この本体の C1 ボタンに、プリセットのイコライザーは3つ登録できますんで、この C1 ボタンをこんな感じで押して、こうやって変更していくことも可能です。で、多分多くの人が使うであろう、この Apex Legends のイコライザーは、この低音と、それから2000あたりと8000あたり、中域、高域っていうところが持ち上げられてます。僕はこのプリセットでプレイしてますけども、ちゃんとね、足音も聞こえているので、十分かなと、とりあえず今は思ってます。気に入らなければ、こんな感じでね、自分で調節することもできますし、最初に言った、この本体の、このバスとトレブルっていうのは、このイコライザーのここと連動してます。なので、このトレブルを持ち上げていくと、こんな感じで、イコライザーのここ、持ち上がりましたよね。こんな感じでね、プレイしながら微調整かけていくこともできます。で、サウンドモードはその他にも、ゲームにはね、あんま使わないと思うんですけども、いろいろ適用できるものがあります。で、まずクリスタライザーですが、音の細部を保管する機能っていう説明があるんですが、使った感覚だと、高音が強調されていきます。基本的に多分これは、音楽用で圧縮で計算したデータを保管する機能なんじゃないかなと思ってます。で、その下のバス、これはね、低音へのバフなんですが、イコライザーの低音とはまた別で、ここはここでかけれるみたいです。で、その下のスマートボリュームは、急激なね、音量変化があった時に、それを平らに鳴らしてくれる、抑制してくれる機能で、一番下のダイアログプラス、これは名前の通り、声にフォーカスを当てる機能です。って感じで、基本的にね、この3つは、ゲームでは使用しないんじゃないかなと思っているので、オフでいいと思います。映画とかね、音楽の鑑賞の時には調節してください。だいぶ長くなってきてるんでね、ちょっとサクサクいきましょう。その下のスーパー X ファイ。これにはスーパー X ファイ、スーパー X ファイバトルモードっていうのがあるんですけども、自分の耳を専用アプリで撮影して、その個人の耳の形に合わせたサラウンドに調節してくれるっていう機能です。これはね、映画鑑賞とかホラーにはいいんですけども、FPS、TPS ではね、ちょっとって感じですね。とりあえず試してみましょう。
どうですか？スーパー X5 は空間が広がった感じ。で、バトルモードは空間が広がりつつも FPS 用に少し抑えられた感じ。どちらにしても立体感というよりは自然な広がりで空間が拡張されている感じがします。で、悪くはないんですけども、どちらのモードもこの空間が広がった分、僕の感覚よりも敵が若干遠いんですよ。で、それと、銃声の反響も、僕には不必要なので、FPS では使ってないです。で、その隣のアコースティックエンジン。これは、このサウンドモードのここと同じです。今は APEX になっているので、サラウンドとクリスタライザーが今20、30となっています。で、次、クリスタルボイス。これは自分の音声にかかるエフェクトです。まずノイズリダクションは自分のマイクが拾うエアコンとか扇風機などの雑音を除去してくれて、その強度をここで調節できます。試してみましょう。僕が喋ってるこの音声の後ろにサーっていうホワイトノイズ聞こえる、わかりますかね？はい。これがノイズですね。VC 相手にも聞こえてる音です。これがノイズリダクションをオンにすると、はい。こんな感じでがっつり聞いたのがわかると思います。これね、結構性能いいんじゃないかなと思います。で、スマートボリュームはこれコンプレッサーかな。声が強調されて相手にとってね、聞きやすくしてくれます。どうもチャオです。今スマートボリュームオフの状態です。こんな感じで聞こえてます。どうもチャオです。スマートボリュームをオンにしました。どんな感じに聞こえてますかね？声がね、ちょっと締まった感じに聞こえるんじゃないかなと思います。こういう機能です。で、次のボイスモーフ。これはボイスチェンジャーです。これをオンにすると、どうもチャオです。聞こえますか？今男性の音になってます。って感じで、ボイスチェンジがかかるんですが、これもね、めっちゃ入ってるんですよ。とりあえず聞いていきましょうか。これは女性ボイスです。年配者です。ディープボイスです。フロムアップノースです。情緒不安定。これがエモです。ちょっとこれもよくわかんないです。ドワーフの音声です。エルフです。悪魔です。侵入者です。いる？ブルートです。オークです。マリーンズです。シマリスで、ロボット音声です。こんな感じでボイスチェンジをかけることができます。で、これもスマホでね、適用できるんで、サクサク使えるんじゃないかなと思います。で、次はスカウトモード。ワンタッチで足音や銃声などが強調されるモードで、実際ね、これ効果はでかいです。こんな感じです。圧倒的に足音聞こえるでしょう。小さい音を増幅しているので、遠くでリスポンスする音もめっちゃ近くに聞こえます。足音だけで考えても、これだけ聞こえるようになるならメリットあるんですけど、ただ問題が2つ。1つは遠くの音も増幅されて聞こえるので距離感バグります。で、もう1つは発砲すると足音小さくなるんです。というよりも、オフ状態、オフの時の足音に戻ります。で、しばらくすると徐々に大きく戻っていくんですね。誰かが VC で喋っても同じく小さくなります。足音が非常にはっきり聞こえるのは大きいメリットなんですけど、聞こえ方が変動すると混乱するんで僕は使ってないです。CG とかだったらあれだけね、音を増幅されると隠れてても意味なくなってくるので、活かせるかなとは思います。で、デコーダーはドルビーデジタルのダイナミックレンジをリスニング環境に合わせて変更できます。で、ミキサーは出力、入力、モニタリングの3種類を触れます。で、最後カスタムボタン。ここにね C1 から C4 までありますが、これがね本体のここです。ここのカスタム設定です。で、今 C1 で、この上3つは先ほどね説明してた通りで、例えばサウンドモードにするなら、3つのね登録をしておけるんですけども、その登録するイコライザーはここで変更できます。で、出力スイッチは音声出力先の変更です。これ今 C4 に設定されてるんですけども、ここ見てください。ヘッドホン、外部スピーカー、ヘッドホンと外部スピーカー両方って絵が載ってるんですけども、ここね C4 を押すとこんな感じで切り替わります。この出力切り替えをしてあげることによって、この背面からつないである外部スピーカーかこのヘッドホン、それぞれどこに出力するのか、同時に出力するのかっていうのを選べます。これね、本格的なミキサーでもこの機能がないのざらにあるので、これもね割と神機能です。
で、その他にもメディアのね、再生一時停止とか、G トラックに飛ばすとかっていう操作ができるメディアコントロールとか、それからアプリとか URL を広く、ナビゲーション。で、それから、定型文とか絵文字とかを呼び出せる、テキスト機能とか、あとマクロ設定ですね。キーストロークをコピーしてマクロを設定するっていうのも、このカスタムボタンに入れておくことが可能です。はい、じゃあ次は音楽聴いてみましょう。このね、アーカーゲーのモニターヘッドホン、比較的フラットな音源をね、再生してくれるヘッドホンなんですけど、これを PC 直差しと、それからGC7 のイコライザーをミュージックに書いたものの2種類で聴き比べをしてみたいと思います。Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. 圧倒的に解像度が違いましたね。PC 直差しと比べた僕が悪いんですけども、これだけ変わるっていうことです。GC7 は24ビット 192kHz のハイレゾに対応してるんで、その PC 直差しとかコントローラーインヘッドホンとかね、と比べちゃうと、これぐらい鮮明に違いが分かってしまいます。はい、じゃあ定型書やっていきましょう。環境はこんな感じです。で、ルールとしては僕喋らないでね、一直線に走っていって、足音を特定したら、そこで発砲して目を開きます。発砲したら目を開く合図です。で、ヘッドセットの中の音を収録できるちょっと特殊なイヤホンを使っているので、皆さんもね、普段ゲームに使ってるイヤホンとかヘッドセットを装着した状態で聞いて、同じようにね、位置特定してみてください。比較ですね。ということでやっていきましょう。はい、じゃあ次は飛行機の上に乗って、遠距離から発砲してくる敵の位置を目をつぶったまま当てて、同じようにね、特定したら発砲して目を開いて確認します。
はい、こんな感じですね。最後ね、目開けた瞬間、ワンチャン当たっとったんかっていうぐらいね、ちょっとびっくりしましたけども、解像度と定位両方とも高いので、これぐらいはね、できます。で、足音の時も、複数入り乱れても、解像度の高さで、やっぱそれぞれね、聞き分けれるんが強いですね。で、注意事項としては、GC7 はね、解像度と定位両方高いんですけども、使う際はヘッドセットやイヤホンも同じようにね、解像度が高いものを使用してください。じゃないとね、せっかくの性能が鈍っちゃうので、とりあえずこの定位検証を見直してみた結果、改めてね、性能高いなっていうのを感じました。はい、こんなもんかな。一通りね、説明と検証してきましたけども、どうだったでしょうか。びっくりするほど多機能で性能高いでしょう。何より、今日ね、いろいろ説明してたあの機能っていうのが全部このスマホのクリエイティブアプリで操作可能なんですよ。これがね、ほんまにでかいと思います。一部機能じゃなくて、ほぼ丸々全部ですよ。ゲームしながら横でね、スマホ開いとけば、イコライザーの微調節もモード変更もボイチェンも全部使えるんですよ。これはマジで神です。他にないですからね、こんなん。で、これだけね、便利なゲーミングアンプ、普通ならもう最上位近くにいるはずでしょ。それが、ちょっとね、微妙な立ち位置にいるのには、2つね、理由があると思います。1つが発売当初のソフトの不具合で、これはね、今もちょっと残ってるんですよ。発売当初のものっていうのは、SX ファイ、耳の形を撮影して、それを取り込んで、耳の形に合わせたサラウンドを鳴らしてくれるっていう、売りの一つだった機能、それを利用しようとすると、ソフトが落ちたりとか、PC フリーズしたりとか、工場出荷時にこの GC7 を戻さなきゃいけなかったりとか、っていうのがあったみたいなんですね。僕は最初使ってなかったので、そこはぶち当たってないんですけど。で、このソフトウェアっていうのは今もちょっとね、反応が悪くて、この C1 を押してモードの切り替えしようとすると、押してからね、30秒ぐらい反応しなくて、っていうのがね、あるんですよね。この辺はね、今後のバージョンアップでどんどん直していってほしいんですけども。で、2つ目が、モニタリングの遅延ですね。僕が今日の撮影でも何回か使ってた自分が話してるこの音声をヘッドホンから聞きながら、多分よく使うのが配信とかですね、する機能なんですけども、クリスタルボイスの中で、スマートボリュームとかノイズリダクションとかあったじゃないですか。あの辺の自分の声に関するところのエフェクトを何か一つ、ボイチェンもそうですね、かけちゃうと、本当にわずかにモニタリングに遅延が発生するんです。これモニタリング機能の遅延じゃなくて、ボイスエフェクトを何かかけたときに、その処理分ちょっと遅れて、で、遅れてモニタリングに入ってくるから、この若干の遅れですごい喋りづらいんですよ。で、モニタリング機能が、割と使い物にならないと。で、これが結構でかくて、特に配信をされてる方にとっては、致命的なんで避けちゃうんですよね。で、今時はゲーミングデバイスを買うならね、この YouTuber のレビュー見るか、有名配信者とかプロゲーマーの使用デバイスを買うじゃないですか。でもそこに乗ることができないので、どうしても伸び悩んじゃうんですよね。この2つが大きい原因なんじゃないかなと思ってます。で、今日説明した通り、スペックは本当高いです。他のゲーミングアンプに全然負けてないんですよ。普通にスペック高くて使い勝手もいいんですよね。スマホで全操作できちゃうんで。カスタムボタンでね、選択するときに、ここに何の表示もないんで、これ今何のエフェクト選んでるか全然わからへんわ、みたいなのもありますけど、一応そういうのもありますけど、スマホ開いた時も問題ないんで、使い勝手と性能はピカイチなんですよね。なので、モニタリング機能を使わない方、この自分の喋ってる声にかかるエフェクトの遅れはほんのわずかなので、それをモニタリングで耳に返さない限り、配信に乗るのはきっちりエフェクトにかかった自分の音声がほんのわずかな遅れで乗っていくだけなので、別に誰も気づかないはずなんですね。なので、そのデメリットを分かった上で買えば、性能と使い勝手は十分満足できると思います。ということで、気になった方はね、いつも通り概要欄にリンクを貼っておきますんで、ぜひね、見てみてください。で、ミックスアンプと悩んでる方は、次回ね、比較動画出しますんで。はい、ということで、最後までご視聴ありがとうございました。これからもね、いい感じの製品をシェアしていきますんで、よかったらチャンネル登録をしていただいて、次回もまたご視聴お願いします。ほんじゃ、またね。Just watch me break